はい、エンドエフェクトシリーズの、今日はですね、水やりですね、灌漑ですが、もうちょっと正しく言うと、点滴灌漑ですかね。水やりっていうとね、大体スプリンクラーだったりとか、ホースですね。で例えば染み出すホースとかでね、水やったりとか、いろいろ方式ありますよね。で、ドームもね、前やってたドーム、ちっちゃいドームは染み出すホースとか使ってたんですけど、やっぱどうもね、もうちょっといい方法がないかなと。ちょっとね、水詰まったりとかね、思ったところに行かないとかっていうのあります。なので、今回のねやつは、前回の土壌水分センサーと同じくね、ロボットに運ばせて、でそこでピンポイントにね、作業するというねスタイルですんで、それのができるようなのをやりました。でこれがそれになります。といってもね、大したことなくて、普通のね塩ビ管に、これ分かりますかね皆さん。昔懐かしいっていうか、これ知ってる人もいないかもしれませんけど、これカラーですよね。よくトイレかなんかね、出てきた時に手を洗うところにね、こうやって水溜めといて、こうやってやると水が出てくるというのがありましたけど、昔はね。最近ほとんどないと思いますけども、それです。それをつけただけです。はい。ただこれね、ここ押さえるだけ水が出てくるわけですから。でこれロボットで持ってきて、で、こう土に押し当てればね、水がパッと出ると、その時だけですね。なので点滴灌漑っぽいことができるということです。点滴灌漑というと、どちらかというとドリップ式みたいなね、ちょっとずつこう染み出るような感じのものが多いと思うんですけど、これはね、この方式だと水がどさっと出ますけども、一応点滴灌漑の一種なのかなと思います。違うのはこれ1個だけでいいってことですよね。補助1個につき1個だけでいいと。でこれを移動させて、狙ったところにバーンとねこう下ろすと、水がバッとね出て、水をやることができるというのになります。でちょっとね試しにやってみようかなと思います。はい、水入れてきました。ここに穴があるんでね、こう水槽にこう突っ込めばね、水槽に突っ込めばここに水が溜まると、ここまでいうことになります。で溜めたらこうねロボットで運んできて、で下に下ろすとなりますが、ちょっとねどうなるか見てみましょうか。はい。でこれで下にね下ろしてみます。はい、こうですね。で移動してこう、はい、このままになります。はい、なのでこうピンポイントにね、もちろんちゃんと狙ったところがねピタリ移動しなければいけませんけども、それさえできれば水をねそんな大量使わずにピンポイントに、与えることができるとなります。もちろんね狙ったところだけにやればね、例えば雑草なんかは水やらないわけですから、雑草も生えにくくなるということなんですね。はい、というのにね、このようにすごくシンプルで、動力もほとんどねこれに色を出すことに関してはいらないっていうね、シンプルな構成なんですけども、これだけでちょっと面白くないので、もう一工夫をねしたいと思います。はい、それではですね、その工夫について、説明したいと思います。水やりですけどね、水がどさっと出る感じになりますので、さらにね要望を言うならば、どれぐらい水をやったのかというのを確認したいですよね。でその水やりの情報を貯めておいて、その生育状況とね照らし合わせることによって、その量が正しいのか正しくないのかというようなことをね把握したいと思いますね。はい、なのでそれをやるにはどれぐらい水をやったのかというのを取得する必要があると思います。でそれをやる方法として、考えたのが、考えたというかね、とりあえずありものがあったのでちょっとそれで、作ってみましたけども、
水がねどれぐらい減ったのかというのを重さで測るということです。はい、で、これはですね、ロードセルというね、ものになります。はい、こういうものなんですけど、アルミの棒がねちょっと浮いてますよね。で浮いてて、でこことここで支えてるんですね。こちらが上です。こっち下なんですけど、こう支えてるので、ここ重りがねこう乗るとこれがこう曲がるわけですよね。でその曲がったその曲がり具合をここでこうセンサーで測るというような、ね、ものになります。これはロードセルっていうんですけど、はい、でこれでこれよくキッチンスケールなんかにこういうの同じものが入ってます。はい、で仕組み的にはほとんどそれと一緒ですね。でこれの上になんか物をね乗せてあげると。乗せてあげると。はい、すると、こっちにですね表示が出てますけども、もともと3とか4だった値が20とかね、それが19とか20とかそういう値になってますよね。はい、でこれはもうすでにグラム換算しているので、最初3とか4だったのが19なので、3だとしたら16グラムですかね。はい、という感じになりますと。例えばもう一個してみると35と35か4ですかね。はい、だから32とか31とかですかね。はい、そんな感じの重さになるということですね。はい、で、これをさっきのですね、エンドエフェクトに取り付けて、要は水がどれぐらい減ったかというのをですね、確認するということになります。はい、それではですね、ロードセルをつけたね、バージョンを持ってきました。はい、こうなってます。で今指してる値がねちょっとマイナス結構でかいですけど、これが崩ってるからですね。これは0点補正しなきゃいけないのでちょっとやりますね。ここを押すと0点補正させます。はい、はい、手で持ってるんでちょっとねぶらつくんですけども、大体で0ぐらいっていうのをね、分かると思います。はい、でこれではい、こうですかね。これぐらいかな。はい。はい、それではですね、水をね、出して、で、ちゃんと測れるかどうかって言います。ちょっと同じ画面に入らないので、口で、数値をね、見分けます。はい、じゃあ、今からね、水を出します。地面が柔らかいですね。ちょっと待って、これですね。はい。はい、今水出ました。そうですね、値は、ちょっとふらついてますけども、10ぐらいですかね。はい。もう一回いきます。ちょっとこれ、下が柔らかいんで、ちょっとあれですね。はい。はい、もう一回やりました。10、20ぐらいですかね。はい。もう一回いきます。今度は30ですかね。はい。もう一回いきましょうか。はい。今度は40くらいですかね。はい、40ですね。はい。なので、一回こう、水を出すことに、10g ぐらいが出てるというのがね、わかります。はい。で、こうやってですね、要は場所を移して、水をバッと出して、また移動して、水を出してですね。はい。これで、その場所にね、どれくらい水をまいたのかっていうのが把握できるというふうになりますね。これ水ですけどね、例えばその、肥料ですね、なんかでも同じような感じになると思います。こうやって測っとけばね、正確にどれぐらいの水をまいた、肥料をまいたっていうのがね、分かるようになりますんで。はい、ということで、点滴灌漑のね、エンドエフェクトでした。以上です。